今回は、ギザギザカッターでカットできるメモ帳の作り方のご紹介です。すべて廃材などを再利用して作っていますので、気軽に作れると思います。こちらが下に80枚で上が20枚、合計100枚挟むことができるようなサイズで作っています。ただメモはどんどん使っていくと減っていくと思うんですが、このように20枚ぐらいにもしなってしまった場合でも、この連結部分がしなりますので、枚数が少なくなってもこのようにちゃんとカットできるように作りました。ぜひいろんな色で作ってみてください。では、作り方をご紹介します。で、ちょうどこの蓋になっている部分だけ切り落とします。ではこのように刃の部分だけを切り落として、厚紙はそのまま使いますので、こういう感じでカットしてください。ではちょうどこの刃の部分を11センチでカットしていきます。今回はハサミを使いました。はい。ちょうど11センチのところでカットしてください。では、土台を作っていきます。厚紙は、少し厚みがある方がしっかりしますね。で、もし薄い場合は2枚重ねて貼り合わせるといいと思います。はい。では、厚紙がカットできましたので、こちらに色画用紙と折り紙を貼っていきます。はい。それでは、紙を貼っていきます。まず土台の部分は、今回は色画用紙にしました。1センチずつののりしろをつけてカットしています。あとこの蓋の部分なんですが、ここは折り紙の余っている紙を選びました。こちらも1センチ以上ののりしろがあれば大丈夫です。あと折り紙1枚と、こちらが連結部分に画用紙が必要になるんですが、横が12センチ、縦7センチでカットしています。はい。では貼っていきます。今回はスティックのりを使いました。はい、このように貼ることができました。それでは折り紙を貼っていきます。1ミリぐらい開けて合わせながらカットしていきます。はい。では、蓋の部分を貼っていきます。
ではこの連結部分なんですが、こちらを半分に折ります。はい、こうなります。連結の部分は少し丸みが必要になりますので、このように少し丸みを作っておくと使いやすくなります。では、刃をつけていきますが、刃はこのようにつけます。それぞれ5ミリずつぐらい蓋の方が長くなるように貼り付けていきます。ちょうどこの元のパッケージの厚紙の部分に重なるようにつけるといいと思います。はい。ではここは両面テープを使います。はい。では刃がつきましたので、この本体と刃をこちらの連結パーツでつけていきます。はい。ではこの刃の裏側の上の部分に両面テープをつけていきます。このように端から端まで12センチの蓋の長さまでつけてください。はい。では、この両面テープのところに連結パーツを貼っていきます。はい。このようになりました。もしこの部分が気になるようでしたら、目隠しに折り紙などを貼っておくといいと思います。はい、こうなりました。はい。では、あとは本体にこの連結パーツと蓋を取り付けていきます。ちょうどね、この折り紙が15センチで、この土台が16センチなので、だいたい1センチぐらい空いております。で、ここにこのように貼っていきます。両面テープでもいいですが、私は今回は木工用ボンドを使います。はい。ではちょうどこの折り紙の境目のところに貼りますね。このように貼ります。はい。で、しっかり乾かしていきます。では、その間に、メモ帳部分をカットしていきます。A4 のコピー用紙を4分の1にカットしていきます。ここは、今回は撮影してますから、この新しい綺麗なコピー用紙を使っておりますけれども、普段、裏紙として出てくるような、プリントされて裏が白いようなものでも、お作りになってもいいですね。1枚で、4枚メモ用紙ができます。
で、すでにカットしたんですけれども、80枚と20枚に分けてるんですが、このように100枚ですね。これで今104枚になったと思うんですが、これをこの土台に置いて挟んでいきます。はい、こうなります。で、この時にこのギザギザの刃の部分ですねがメモ帳よりも少し大きく作ってありますので、この端が必ず刃が来るようにメモ帳を置いてください。で、この刃を一番端まで持ってきてもいいんですが、ちょっと手が危ないんですよね。私もちょっと試作の段階でこの端まで刃を持ってきたら手を引っ掛けましたので危ないので、5ミリほど内側につけています。はい。ではこのようにクリップで留めれば完成です。で、メモを書いてこのように破ることができます。はい。で、こんな感じで、いろんなバリエーションで作ったらいいかなと思います。で、このクリップもいろんな色売ってますよね。他のバージョンもお見せします。はい。このようにいろんなバージョンで、作れると思いますので、いろいろ作ってみてください。